どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、チャームでお買い物はしていますか？自分はしています。というか、今年が始まる前からとんでもなくチャームで散財しており、福袋だけでも6万円以上使っています。今年は意味わからんくらいアクアリウムにお金を使っていますが、その中でもチャームの利用比率は結構な割合を占めているのではないでしょうか。ちなみに今年の福袋のクレジット請求が2月に控えており、すでに高額請求が確定していることに戦々恐々としております。ただ、それでも自分はアクアリウムに投資することをやめません。今回もとある野望を達成するべく懲りずにチャームで爆買いをしてきました。というわけで今回は新たな野望のためにチャームで爆買いした商品をお見せしていきます。ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速、今回購入した商品を開封していきます。出てきたのはいつもの120サイズ段ボール。普段このサイズの段ボールってあまり見ないんですが、アクアリウムの通販だと当たり前のサイズですね。逆に80サイズとかだとびっくりするほど小さく感じちゃいます。まず出てきたのはこちら。プロホースエクストラ S。価格は930円。こちらは誰もが知っている水替え用品です。もともと S サイズも持っていたんですが壊れてしまい、それ以降 M サイズのみで運用していたのでようやく再購入。正直ベタ水槽の掃除をするときとか結構面倒だったので早く欲しかったんですよね。ただショップで見かけたときはチャームの方が安いので購入するのを躊躇したり、チャームで買い物をするときには買うのをすっかり忘れていたりしたので、1年以上持っていない期間が生まれてました。小型水槽にはうってつけの水替えポンプなので購入できてよかったです。続いて出てきたのはこちら。須藤エデニックシェルト専用ブラックフィルターフォーム。価格は583円。こちらは自分が30センチキューブ水槽で愛用しているエデニックシェルト V3 という小型外部フィルターに使うスポンジフィルターです。エデニックシェルトはすでに廃盤になっており、入手することが困難なため、こういった消耗品は今のうちに買い足しておかないと大変なことになります。ちなみにこれとほぼ同じフィルターであるオアーゼのフィルトスマートは、このスポンジフィルターが粗めになっています。これに関しては最近粗めのスポンジフィルターの方がいいかもとか思い始めたんで、どっちがいいかは甲をつつけがたい状態です。続いて出てきたのはこちら。須藤エデニック V3 専用ポンプユニット。価格は3755円。こちらは先ほどお話しした廃盤の小型外部フィルターのポンプ部分です。いわゆる心臓部分なので、これが買えるということはもはやエデニックシェルトを買ったのと同じです。他はただのプラスチックの箱ですからね。しかしこの商品、ガチのポンプユニットのみで、オーリング、ホースコネクター、インペラカバーなどの付属品が一切入ってません。ホースコネクターは余るくらいあるのでいいんですが、オーリングとインペラ関係が全くないのはちょっときついです。それで3755円もするんだからびっくりしますよ。自分が駆け込みで買った時はフィルター自体が4000円しないくらいだったので、元々の本体価格よりちょっと高いレベル。まあもう売られてない商品の交換パーツを売ってくれてるだけでもありがたいですけどね。チャームでは在庫が1個しかなかったため1個のみ購入。ただ1個じゃ心もとなかったので Amazon でも1個購入。ちなみに周辺パーツを揃えようとすると5、6千円は超えると思います。それでもインペラカバーとろ過層が売られてるかはわからないので、それだけ集めても意味ないんですけどね。続いて見ていくのは発泡スチロール。中から出てきたのはこちら。プロセルピナカパルストリス。価格は1450円。こちらはグローウォーの組織培養水草ですね。
プロセルピナカパルストリスは細々と育成しているんですが、ADA のものなので、今回は3パドマ社をチョイス。ADA のは環境が悪いせいなのか全く赤くならずに困ってたので、違う組織培養であればちょっとは赤くなるかもしれないと思って買いました。続いてはこちら、ラゲナンドラミーボルディレッドラウンドリーフ。価格は1350円。こちらはラゲナンドラの変わり種組織培養です。レッドのラウンドリーフということですが、通常のレッドと違いが出るかは分かりません。組織培養の中ではラゲナンドラとは思えない株数が入っているので差別化できていると思います。ただ水中で育成したらあんまり変わり映えしないかもしれないです。続いて出てきたのはこちら、アクリルジョイントクリア2個。価格は173円。こちらはシリコンチューブと耐圧チューブを接続するためのジョイントです。ガラス製のディフューザーとかを使うときに途中までは耐圧チューブを使いたいけど、ディフューザーにはシリコンチューブを使わないと割れちゃうって時に使えます。1袋2個入りですが、何個あっても A 商品となっておりますので8個購入。これで全ての水槽の CO2 分岐にこれが使えます。使う必要はありませんけど。続いて出てきたのはこちら、シンセイ津軽プレミアム 4kg。価格は989円。こちらは熱湯処理がされている砂利です。実はこの砂利が今回欲しかった大本命品であり、新たな野望に使うためのキーアイテムとなっております。こちらの砂利は他の砂利よりも水質に影響がなく、粒感や見た目も優秀なので選びました。砂利っていろいろ種類ありますけど、pH 上げすぎないかとか、粒の大きさはどれくらいなのかとか、角が尖ってないかとか、色が好みかとか、めちゃくちゃ考える要素が多いので、とりあえず無難なのを選びたい場合は、この津軽プレミアムでいいと思います。角も丸いし、色味も落ち着いててグッド。また、熱湯処理されているため、いちいち洗わなくてもいいのが助かりますね。使用説明には洗うように書いていますが、正直そこまで濁らないので洗わなくていいと思います。砂利はアクアリウムを再開してから化粧砂目的で購入した手綱以外買ったことがなかったのでワクワクしております。ちなみにこちらは1回の購入につき4個までとなっていたため上限の4個買いました。というわけで先ほどの段ボールの中身は全てお見せしたんですが、まさかのもう一瓶購入品が残っております。正直先ほどの購入品だけで合計1万5000円超えてるんで分ける意味ないんですが、とある事情で2個に分けてます。こちらも安定の120サイズ段ボールです。まず最初に出てきたのはこちら、45センチ水槽用鉛筆製バックスクリーン黒。こちら撮影中も動揺していたんですが、注文してない商品です。いきなり頼んでないものが出てきて困惑したんですけど、まあ注文したものが入ってないよりいいですね。気を取り直して続いての商品はこちら、透明ホース内径 12mm 外径 16mm 5メートル。価格は1715円。こちらは安定の外部フィルター用ホースです。これは価格が安くて程よい硬さ、おまけに透明でスタイリッシュなので毎回購入してます。正直まだうちに在庫あると思うんですけど、探すのもだるいしどうせ買い足すのでこのタイミングで買いました。水槽立ち上げのやる気があるときにホースがなくて外部フィルター設置できないとかなったらマジでもったいないですからね。続いて出てきたのはこちら、耐圧チューブ外径 6mm クリア 10m。 価格は1493円。こちらは CO2 添加に使用する耐圧チューブです。こまごま耐圧チューブはあるんですが、こちらも消耗品ですし、まとまった長さのものがないと距離的に足りないこともあるので購入。とりあえず 10m あれば当分は困らないと思います。続いて出てきたのはこちら、シリコンタイプエアチューブ乳白色 10m。 価格は675円。こちらは何にでも使えるエアチューブです。
柔らかく取り回しがしやすいのでリピート購入。続いて出てきたのはこちら。ケト土2リットル。価格は288円。こちらは主にガーデニングやビオトープ、バルダリウムなどに使われる土です。この土は湿地のヨシやマコモなどが堆積分解しかかった粘りのある土です。水生植物や石付けの寄せ植えなどに使用するようで、アクアリウムではあまり聞きなじみのない土なのではないでしょうか。実を言うと自分も購入するのは初めてで、そこまでケト土の特性を分かっているわけではありません。ただこちらもとある野望のために必要なキーアイテムであり、なくてはならない存在です。いろいろ使い方は分かってませんが、何事もチャレンジということで今回購入。こちらは個数制限はありませんでしたが、8リットルもあれば足りるだろうということで4個購入。続いて出てきたのはこちら。新生津軽プレミアム 4kg。こちらは先ほどお見せした津軽プレミアムですね。この津軽プレミアムとケト土を組み合わせてとある野望を達成しようとしております。ピンときた方もいらっしゃるとは思いますが、次回動画で詳しくお話しするので楽しみにしててください。ちなみに津軽プレミアムは1回の購入につき4個しか買えないため、今回は2便に分けて購入したんです。もともとは津軽プレミアムとケト土が欲しいだけだったので、他は帳尻合わせの消耗品メインに買おうと思っていたんですが、結果的にあれもこれも欲しいとなり、合計23,000円を超える買い物となってしまいました。これだけ購入すれば送料無料ラインを余裕で3回超えられるので、12個くらい津軽プレミアム買える計算になります。あと1000円追加すれば4回分送料無料になるので、余裕で津軽プレミアム16個買えましたね。さすがにいらないので買いませんが。というわけでいかがだったでしょうか。津軽プレミアムを8袋、合計 32kg 購入するためにわざわざ2便に分けて購入しました。それにしても買いすぎましたね。これ実は12月初旬に購入した商品たちで、まさかあの後すぐに福袋が来ると思ってなかったんですよ。ここで23,000円も使ってしまったので、福袋に対する心理的ハードルがぐっと上がったんですが、それを跳ねのけて福袋にも全突破しました。おかげさまで合計約10万くらい散財することになったんですが、後悔はしておりません。今回の商品はだいたい消耗品というか生活必需品レベルのものしか買ってないので、遅かれ早かれお金を使わないといけなかったですからね。おまけにエデニックシェルトの交換パーツはいつまで販売されているかもわからないので、今のうちに買っておくのが正解なんです。そう言い聞かせておりますが、編集時現在来月の請求額が跳ね上がっていることに恐怖を覚えています。早く引き落とし日になって楽になりたいです。あと紹介するの忘れていたんですが、プロホース M 用のホースクリップを紛失したのでおまけで買っておきました。ちなみに価格は198円。そんな感じで新たな野望に向けて散財を行っていきました。購入前からいろいろ考えてワクワクしていたんですが、正直うまくいくかは分かりません。直近で新たなコンセプトのレイアウトシーソーを公開させてるんで自信はありませんが、頑張って動画で進捗報告していく所存です。そんな新たなる野望が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。